リストカッター旗手。このコーナーは、困ったことがあるとリストカットで解決するという面倒くさい癖を持った、どこにでもいる普通の女の子の姫街道旗手ちゃんの日常を描くハートフルなコーナーです。今日もリスナーの皆様から旗手ちゃんの日常に関するお便りがたくさん届いています。それでは早速いつものようにおはがきを順番にご紹介していきましょう。なおこのコーナーは東方二次創作であり、実在する姫街道旗手とは一切関係がありませんのでそういったあれが苦手な方は、ブラウザの戻るボタンを押すかタブを閉じた上で、両手に持った針金をコンセントの穴に差し込むと、新しい世界を体験できるかもしれません。旗手ちゃん、レモンジーナを飲む。散歩をしていて、喉が渇いた旗手ちゃん、運よく自販機を見つけ、早速飲み物のラインナップを確認。すると最近 CM で気になっていたレモンジーナを発見し、早速購入することに、レモンジーナ初体験にテンションの上がった旗手ちゃん、1000円札を突っ込むとレモンジーナのボタンを連打。すぐさまガコン、とペットボトルの落ちる音、が、ボタンを連打していた勢いで、もう一度ボタンを押してしまったらしい。やっちゃった、と思った時にはもう遅い。もう一つボトルが落ちる音。普通ならここで1本行くところだが、1本は持って帰って、後で飲めばいいや、と思い直し、取り出し口から取ろうとする。ところが2本のボトルが取り出し口に組み合わさって詰まってしまっていて、容易に抜けそうにない。しかもしばらく粘っていると、そこにやってきたお姉ちゃんが後ろに並んでしまった。パニックになってしまいダッシュでその場を離れ、角を曲がったところの自販機で買ったオランジーナを飲んでから、旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。旗手ちゃん、パソコンを買う？お金が貯まり、ようやく念願の新パソコンを買うことができた旗手ちゃん。同時に、前のパソコンではスペックが足りず体験版すらまともに動かなかった、東方神秘6を購入。早速プレイ、オンライン対戦をすることに。しかし、やはりいきなりオンライン対戦は敷居が高かったのか、対戦するたびボッコボコにされる、旗手ちゃんの心、負けるたびに一本行きたくなるが、負けが多いほど、勝った時の感動は大きいはずだ、と、自分をなだめ、サンドバッグ状態にも、我慢の旗手ちゃん。そして、9連敗後の10試合目、6A から試射撃爆捨てキャンセルへとつなぎ、オカルトボール5個の状態でラスワを命中させた旗手ちゃん。やった、ついに初勝利だ。思わず満面笑顔でガッツポーズをしていると、敵がなかなか爆発試算しないことに気づいた。わけもわからず固まっていると、画面がネットワークモードに戻り、接続が切断されました、の文字。どうやら対戦相手が負けを避けるために、終了直前で回線を切った模様。ふふん、ダッサ、逃げてやんの、と、強がっては見たものの、コントローラーをカッターナイフに持ち替えた旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。旗手ちゃん、お金を払う。ある日、100円均一ショップでスナック菓子を買おうとした旗手ちゃん。早速レジにいる女性店員のところに持って行き、お金を払うことに、100円均一なのに108円払わなきゃいけないことに一本行きたくなる気持ちをぐっと抑え、財布から100円玉と5円玉と1円玉を出す。しかし、レジの女性店員はお金を受け取らずじーっとしている。ああそうか、私のようなキモい天狗が触ったお金は触りたくもないということですか。ほんとごめんなさい。キモくてまあ、次の文化庁では、隠しキャラじゃなくて、デフォルトで選択可能な時期として登場したとしても、おそらくあなたは使ってくれないでしょうね。キモいから、と、下を向いた旗手ちゃんの目に入ったのは、支払いトレイの上に乗った5円玉と1円玉。そして、てっきり100円玉とばかり思って出していた50円玉。ああ、そりゃ50円足んなきゃ店員はじっと待つしかないよね。ようやく理解して100円玉を出し、50円玉を財布に戻し支払いを終えたものの、自分で勝手に傷つけた心のダメージがでかすぎた旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。旗手ちゃん、エレベーターに乗る。デパートで買い物を済ませた旗手ちゃん、と、買い忘れを思い出してエレベーターのボタンをポチリ。待てども来ないエレベーター。一本行くか？いや、一本行っている間にエレベーターが来たら本末転倒だ。いや、しかし、走行している間に、エレベーターがやってきた。一本行かずに済んだぞ、と安堵の表情を浮かべつつ、先客のいるエレベーターに乗り込み目的の7階のボタンを押す旗手ちゃん。ふとパネルを見ると、すでに9階のボタンが押されていた。もしかして、私が3階から乗り込んで7階のボタンを押さなければ、他の人たちはエレベーターが止まることなく、9階に行けたのではないだろうか？いや、そもそも私が買い忘れさえしなければ、この人たちは貴重な休日の数秒間を無駄にせずに済んだのではないだろうか。そう思っていると、周りの視線が急に気になりだした旗手ちゃん。気がつけば、目的の7階に到着。扉が開くや否やエレベーターから逃げるように飛び出し、残った乗客の視線を全身で受け止めつつ扉が閉まるのを見届け、現在位置を示すディスプレイ表示が9階になったのを確認した旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえて
旗手ちゃん、またお金を払う。100円ショップでノートを買おうとした旗手ちゃん、早速レジにいる女性店員のところに持っていき、お金を払うことに、ところが、ちょうど小銭を切らしてしまい、財布にあるのは1000円札のみ。100円のノート一つにお釣り目的かよ、と嫌な顔をされる覚悟とともに1000円札を差し出すも、店員は特に気にした様子もなく、差し出された1000円札を受け取る。よかった、ここで一本行くこともなさそうだと胸をなで下ろす旗手ちゃん。比較的新しめの、お金を読み取り自動でお釣りを出すタイプのレジに、店員さんが旗手ちゃんから受け取った1000円札を読み込ませようとする。ところがうまく読み込めず、何度も吐き出されてしまう。差し出した1000円札が折れすぎたり汚れてるせいでうまく読み込めないのかなと、良かれと思って別の1000円札を取り出そうとする。待てよ。ここで読み込めない1000円札を見るや否や、別の1000円札を渡したとして、綺麗な1000円札があるなら最初からそっちを出せよ、と、今度こそ店員さんに嫌な顔をされるのではないだろうか。それどころか読み込めない1000円札は実は偽札で、偽札が読み取れないことを悟るや、バレるのを恐れて慌てて本物の1000円札を渡したかのように思われるのではないだろうか。旗手ちゃんが脳内で店員さんの円滑な業務と自信につくであろう前科の経歴を天秤にかけ始めたあたりで、店員さんがレジから別の1000円札を取り出す。今度はすんなりとレジに読み込まれ、お釣りが自動で払い出される。お待たせして大変申し訳ございません、という言葉とともに、お釣りと商品のノートを受け取り、100円ショップを後にする旗手ちゃん。いずれはあのレジのように全自動で一本行ける日が来るのかな、と、未来に思いを馳せながら、旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。旗手ちゃん、またレモンジーナを飲む。散歩をしていて、喉が渇いた旗手ちゃん、運よく自販機を見つけ、早速飲み物のラインナップを確認。ずっと気になっていたレモンジーナを発見し、今度こそと財布を取り出す。ところが財布の中には90円しか入っておらず、レモンジーナを買うには少々足りない。1本行く決意を固めるも、どうせ1本行くならせめて喉を潤してからにしよう、と、90円のミネラルウォーターを購入。すると、当たりが出ると飲み物がもう1本もらえる、例のルーレットが回り出す。普段通り特に気にもせず、ミネラルウォーターを取り出す片手間にルーレットの結果を見ると、なんと当たり、もう1本飲み物をもらえることに、いつも1本行くばかりの自分がまさか2本も、驚きと喜びの入り混じった様子でルーレットの結果が当たりであることを再確認しつつ、これでついにレモンジーナを飲むことができる、と、レモンジーナのボタンを押す。ところが、ボタンは反応しない。というか、ミネラルウォーター以外のボタンは全てランプが点灯していない。これはあれか、当たりが出た飲み物と同じ金額の飲み物しか押せないという、そういうシステムか、ははーん、と納得の表情を浮かべつつ、唯一ランプの点灯しているミネラルウォーターのボタンを押す。その場で1本 500ml、2本で1リットルの水を飲み干すと、旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。本日の旗手ちゃんはいかがだったでしょうか。どれも心温まるハートフルなエピソードでしたね。このコーナーでは引き続き旗手ちゃんの日常に関するお便りを、リスナーの皆様より募集しております。あなたの見かけた旗手ちゃんを、ぜひご応募ください。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。社名丸あやと、アシスタントの犬走りもみじがお送りしました。